どうも MA マンです。今回はドラゴンボールの一番くじのフィギュアを二次元リペイントしていきたいと思います。ちょっと前にやってた最近の一番くじになるんですけど、こちらの孫悟空と孫悟飯のフィギュアのA賞になりますね。親子コンビのフィギュアなので、一つのフィギュアに、悟空と悟飯が2人いるタイプのフィギュアなので、なんだかねちょっと得した気分にもなっちゃうフィギュアですよね。実際フィギュアで2人セットというか、そのフィギュアの中に2人が実際もう合体してしまってるタイプのフィギュアってあんまりないので、そういう意味でもすごくいいフィギュアですよね。悟空も通常タイプの悟空だし、この頃のご飯って野沢さんの声とかも含めてすっごい可愛い出し方の声をしてるそのご飯ちゃんの時期なので、すごい大好きなんですよね。見るからにほっこりとするフィギュアなので、練りのテーマは、ほっこり温かくということで楽しくなっていこうと思います。ドラゴンボールのフィギュアって割と戦闘シーンが多くって、作品自体も戦闘シーンの方が多いのかな。日常的なところが結構少ないイメージなので、こういうフィギュアは心まで暖かくなる感じがして、結構私的にお気に入りではあるので楽しく塗っていきたいです。はい、このチャンネルではフィギュアをもっとかっこよくするためのフィギュアリペイントとかフィギュア塗装、最近ではフィギュアの造形に関する内容も少しずつ発信しているので、ぜひチャンネル登録をしていただけたら嬉しいです。またフィギュア塗装コミュニティのフィギュアートラボも運営してますので、興味がある人は概要欄の一番下の方をチェックしてみてください。それじゃあ塗っていくよ。はい、では塗っていきます。映像にはないんですけど、まずはいつものように下準備をして始めています。中性洗剤でしっかりと洗って乾燥をさせています。フィギュアの水気がしっかりと飛んで、微細な汚れもしっかりと落としたら、フィギュア全体にサーフェイサーを拭いて色をリセットですね。細かい傷とかを埋めて塗料の食いつきも良くしてくれます。サーフェイサーを拭いたらエアブラシで悟空の道着の1層目のベースカラーを拭いています。色味的にはオレンジ系なんですが、どちらかといえば麹色といった感じで、明るいオレンジ色をちょっとくすみ色気味に調色した塗料を吹きつけています。これ以降は筆塗りで、まずは道着のオレンジ部分ですね。2層目影1でベースのアクセントの色という感じでもあるんですが、鮮やかな赤みが強めのオレンジ色系、橙色系ですねで塗っていっています。3層目は影に赤みのあるブラウン系の色で影を描いていきます。4層目のハイライトは1層目ベースの色をホワイト多めにし、明るくした色で塗っていっています。5層目は最後にまとめて線入れをしています。で、ちょっとここの映像にはないんですけど、6層目にハイライトを描き足していますね。ちなみに1層目にエアブラシを使うことって私の他の動画でもよくあると思うんですけど、ここはエアブラシじゃないとダメだからエアブラシを使っているんではなくって、当然筆でも全然問題はないんですよね。昔は1層目も筆でやることも多かったんですけど、理由としてはラッカー塗料を扱うにあたっての筆運びに慣れるための練習っていうところが大きかったですね。フィギュアの筆塗りをやり始めた時、エアブラシも持っていたので、当時も1層目をエアブラシでいきなりやっちゃってもよかったんですけど、あえて筆塗りをしていました。というのも、まだ筆塗り初心者さんだよという方なら特にわかるかもしれないんですけど、実際にラッカー塗料で筆塗りのベタ塗りをしてみた方はわかる感覚だと思うんですけど、広い面をムラなく綺麗に仕上げるのって意外とコツが必要で難しかったりするんですよね。なので私のやり方だと、1層目って全体にベタ塗りをすることがほとんどなので、広い面を同じ色でベタ塗りするのは筆使いの練習にもなるので、あえて筆塗りするようにしていました。エアブラシだと比較的に時間をかけずにムラなく綺麗に色をのせることができて便利なので、ある程度筆使いに慣れてきたら併用することも多いという感じですね。あとは気分の時もあります。肌の部分はまずは1層目ベース明るめの肌色で全体に塗ります。2層目影1、3層目を影に、4層目ハイライト1、5層目線入れ、6層目ハイライトに追加という流れで進めています。肌とか顔の表情って結構塗り手の個性とかが見えやすい部分でもありますし、フィギュアの人物自体の個性も表現しやすいパーツでもあると思います。
例えば初めて対面するお友達と会う時とか YouTube とかテレビとかで人を見る時とか、対面であれ画面越しであれ、初めての人ってあ、これが何々さんねとか、あ、〇〇さんって言うんだみたいな感じでその人物を認識しますよね。そして後でその誰かを思い出す時に、やっぱりまずその人の顔とか人体的特徴を思い出すことってやっぱりなんだかんだ多いと思うんですよね。もちろん服装とか髪型とか話し方とかも見ると思うんですけど、いつも同じような服装をしていたり、よほど個性的な服装とか特徴的な服装をしていない限り、例えば目が大きいとか肌が極端に白いとか、いつもキリッとした眉毛に細く整えているとか、そういうその人ならではの外見的特徴とかが印象として残ったりすると思うんですけど、そういうのってその人ならではの個性の一つだと思うんですよね。そしてこれはフィギュアみたいにキャラクターとかを塗る時にも意識できる部分だったりすると思いますし、創作活動をしていく時には逆に自分がイメージした雰囲気にそのキャラクターを寄せて塗っていくことも可能なので、そういった意味でも個性が出しやすい部分だと思いますね。ファンアートとかのイラストでも、例えばドラゴンボールの悟空という同じキャラでも人によって受け取る印象やイメージって結構違っていると思うんですよね。この人が描いたのは似てないって思ってしまうシーンも多いと思うんですけど、私的にはそういう時こう思うんですよね。あ、この人の中の〇〇ってキャラのイメージはこういうイメージなんだなとか、特徴を捉えた上で自分の中のイメージを出力したんだな、うまいな、結構好きだなとかね。フィギュアートラボのラボメンの皆さんの作品とか見ても、肌一つとっても色とか色の塗り分けとか、皆さんやっぱりそれぞれの個性が現れているのを見ていて楽しい部分だなって思いながら結構楽しんで見てるんですよね。フィギュアでも人でもそうなんですけど、もしかしたら全てに共通することかもしれないんですけど、ちょっと視野を広げて見る角度を変えてみるだけで自分が思いつかなかったことに気がついたりとか、世界が広がったりするんですよね。はい、服の青い部分は後で修正したりいろいろ前後したりはしていますが、基本的には1層目ベース、2層目影1、3層目影2、4層目ハイライト1、5層目ハイライト2といった流れと塗料で塗っていってます。全体で見た時のパッと見の印象として、あんまり鮮やかなブルーといった感じではなくって、落ち着きのあるブルー系でまとめています。シャツの部分と手首の部分と、あと帯の部分と靴の部分のブルーになりますね。ご飯の部分のリペイントは途中色の迷走をしたりもしているんですけど、結果的に元のフィギュアの配色での二次元塗装に着地させています。このフィギュアはアイキャッチのポーズのフィギュアで、悟空の手の下からひょこって覗いてるなんとも可愛らしい光景なんですけど、可愛さの反面ね、ちょっと塗りにくいところも多かったなっていう印象、そういった部分でもありました。なので実際にこの塗る筆を寝かせてそろそろって塗ったりとか、いろんな角度からチコチコ塗ったり、フィギュアも持ち替えたりとかして修正とかもちょくちょくしていきながら進めていきました。今回の塗りのテーマはほっこり温かくなんですけど、見た目からして家族の温かみを感じられるめっちゃいいフィギュアだったので、見た印象からそのままテーマにしてみたんですけど、小さい頃のごはんちゃんって本当に可愛いですよね。ちっちゃい頃の悟空もちょこちょこした丸っこいフォルムでとっても可愛いなって私好きだったので、ご飯が登場した時のシーンを見た時は確かに悟空に似てるんだけど、喋り方とかもちょっとムニョムニョした感じでしたし、また違ったタイプの可愛いのが来たなって感じで、とにかく可愛いなっていうのが印象的でしたね。なので今回二次元塗りで比較的パキッて塗っていくんですけど、家族の温かい雰囲気とかもしっかりと感じられるように、ちょっと丸みのある感じで、肌の色とかあんまり濃い色を使ってない強い印象にならないような感じで意識して塗っています。あとはそうですね、顔面とかもあんまりバキバキ複雑にはしていなかったりとかですかね。できるだけスッと目に入ればいいなって思いながら塗っています。ちなみに家族といえばあんまり関係ないんですけど、
私4姉妹で妹が3人いるんですよね。で一番下の妹は12歳も離れてて、一回り離れてるんで、小さい頃はみんなで結構可愛がったりしてたんですけど、まあ小さい子って可愛いからついつい甘やかしちゃいますよね。今はですね結構離れて暮らしているんですけど、結構家族とかで LINE とかもいつもやり取りしてて仲はいい方かなって思うので、割とうちの家族はワイワイ賑やかにしてる方だと思います。でまあちょっと話が脱線しちゃったんですけど、髪の毛は1層目に黒髪をベースとして全体に塗っていって、ハイライト1、ハイライト2で最後にちょっと追加したので映像にはないんですけど、ハイライト3、ちょっとね一番明るめの色をちょこちょこって描いて、まあシンプルに4工程で仕上げています。スーパーサイヤ人タイプの髪の毛もかっこいいんですけど、この通常タイプの髪の毛って塗るの結構私好きなんですよね。なんでかって言われたらちょっと難しいんですけど、なんか塗ってて楽しい形をしてるなって思います。髪型がなんか面白いなって思います。どんな構造をしてるんだろうって毎回思いつつも、この髪型でかなりしっくりと、決まって見えるデザイン考えたの本当センスあるなとかついつい考えてしまいます。そして今回は台座の方もちょっと作ってみました。台座を作りながら、そういえばあぐらをかいて地べたに座ってるタイプのフィギュアをリペイントするのって初めてだなって思ってたんですけど、そうなると台座との接地面が結構大きくなるので、立ってると足の裏ぐらいじゃないですか。なので倒れる心配とかがないのは何気にありがたいポイントですよね。でもその反面と言いますか、塗る時に関しては若干不便でしたね。なんでかっていうと、接地面を塗った時に塗料が乾くまでは座らせられない、置けないので下の方に。なのでフィギュア自体を下の接する面が当たらないように横向きにしたりとかしなきゃいけなかったので、そこはちょっと気を使いながらやっていました。で台座ですけど、このフィギュアの元となっているっていうんですかね、そのアイキャッチをイメージしたデザインにしてみました。淡めのブルー、水色ですね。水色系のベースにドラゴンボールのロゴを書き込んでいます。あえてちょっとスーパーとか Z とかは書かずに、もうシンプルにドラゴンボールとだけ書きました。シンプルだけど結構可愛いかもって仕上がりになったので、割と自分的には気に入ってます。はい、こんな感じで今回完成した悟空とご飯のリペイントがこちらです。はい、今回は一番くじの A 賞の悟空とご飯のフィギュアを二次元彩色でリペイントしていきました。結構ほっこり温かい雰囲気を引き出せたかな、可愛く仕上がったかなって思います。元のフィギュアが本当にとっても可愛かったので、最後まで気持ちよく塗れましたね。よく発売されてるような単体でかっこいいサイヤ人系の悟空とかももちろんいいんですけど、こういった変わり種といったら変かもしれないんですけど、座っている様子とか2人が一体化してるようなフィギュアだったりとか、あんまり見ないポーズのフィギュアが出るとリペイントもいつもと違った視点で塗ったり楽しめたりするので、とっても塗り応えがありました。次回は何を塗ろうかな。はい、このチャンネルではフィギュアをもっとかっこよくするためのフィギュアリペイントやフィギュア塗装、最近ではフィギュアの造形に関する内容も発信しているので、ぜひチャンネル登録をしていただけたら嬉しいです。またツイッターの方では私が現在リペイントしているフィギュアの過程なんかもツイートしていっていますので、気になった方はそちらもフォローしてみてください。じゃあまた次回の動画でまたね。